ペンネームにゃんこさん、50歳の女性からいただいたお悩みです。新興宗教のある団体に心の拠り所を見つけて、20年ほどそこで修行をしました。ここでは3つの歩みというのがあって、布施、護法施、勧誘、この3つをやるように言われます。布施金額は何かと言われ、どんどん金額は上がっていきます。奉仕は月に1回は必ず決められた日に行かなくてはなりません。勧誘はいつまでに何人を勧誘するように指導されます。そして占いみたいのがあって、霊能者という人にお金を払って霊視してもらい、いろいろ注意を受けます。しかしこのお寺は結局お金がたくさんかかり、もう1000万ほど布施やおせ書きやごまに払ってしまいました。ここに来てこれ以上はと思います。しかし皆さんはもっとお金を払っておられる方がおられます。お金を払えば払うほど、人を勧誘すればするほど幸せになれると言われます。そんな中、和尚様にネットで出会いました。この宗教団体を辞めたいのですが、辞めたら悪いことが起こると信者さんたちにもお寺のスタッフにも言われます。家族がいるので家族に不幸が来るのが怖いのですが、どうぞご指導ください。いかなる生物、生類であっても、怯えているものでも、凶暴なものでも、ことごとく長いものでも、大きなものでも、中くらいのものでも、短いものでも、微細なものでも、粗大なものでも、目に見えるものでも、目に見えないものでも、遠くに住むものでも、近くに住むものでも、すでに生まれたものでも、これから生まれようと欲するものでも、一切の生きとし生けるものは幸せであれ。何人も他人を欺いてはならない。たとえどこにあっても他人を軽んじてはならない。悩まそうとして怒りの思いを抱いて、互いに他人に苦痛を与えることを望んではならない。あたかも母が己が一人子を命を懸けて守るように、そのように一切の生きとし生ける者どもに対しても、無料の慈しみの心を起こすべし。スッタニパーターというお釈迦様の教えを記したお経文の中の一節にある言葉です。宗教と呼ばれるものはおよそ人々の幸福を願うもの。その人が教団に所属していようが、教団を離れようが、やっぱりその人の幸せを願うもの。それが本来の宗教であろうと思います。にゃんこさんの所属していらっしゃる教団、新興宗教は仏教に立脚したものですよね。それがその教団を離れると言った途端に悪いことが起こる。家族にも不幸が起こる。そのように脅されるということは、これ一体どういうことでしょうか。実は私も長らくですね、仏教の伝統教団に所属をしていました。その仏教の伝統教団は日本でも最も大きな教団の一つです。お坊さんといってもね、いろんな人たちがいますからね。そこにはいろいろな人たちがいると。そこは分かった上で、私も令和元年にですね、伝統教団を離れて、そして新たに仏心宗というものを立ち上げたわけですが、その時にこれまでお世話になったご寺院さんたちですね、いろいろなお寺さんに巡って、各々しかじかで、その教団を離れて、新しい教団をね、立ち上げていくっていう、その節目にですね、お世話になりました、各々しかじかでっていうことで、お話をして、ご挨拶に回らせていただいたんです。おそらくその回っていた数
ですね、回ってきたお寺さんの数、そしてお会いしてご挨拶させていただいたお坊さんの数、それは50人、50件近くになります。で、いろいろなその時の対応、反応というのは予想はしていましたけれども、面白いことに真っ二つに分かれました。ほとんどの方がね、その教団を出ていくということで、私に敵意を示されました。今後二度と出入りをしないでください。今後二度と会うことはありません。今後は全く無関係ですねっていう対応をされる方がほとんど。けれども、一部はね、あなたがこの教団を離れようが、どうであろうが、これまでの関係は変わりません。そのお嬢様方が年齢が上であろうが下であろうが、それは関係なく、これからも変わらぬね、お付き合いをしていただければっていうことを向こうからお願いをされた方もあります。いろんな方々があるなということはお坊さんの世界でも思います。ちなみに、やはりね、これは別に宗教に限らず、会社でも何でも何か一つのグループを、長年そのグループに寄り添った人が離れていくというのは寂しいことですし、悲しいことです。なんかそこに所属している人たちはね、自分たちを否定されているような気分になったりするもんなんです。なので、憎まれ口の一つや二つ、それを言いたいという、そこはわかります。けれども、今回にゃんこさんが今所属していらっしゃるその教団ね、その中にも素晴らしい人はたくさんあると思いますけれども、やはりそこを離れると言ったときに、そこを離れると悪いことが起こるよ。不幸なことが起こるよ。それを多くの方々がおっしゃるとしたら、その教団は残念ながらその人々の幸せを願う。そのような慈しみの心を持った人たちを養成している、そういう人たちを育てているという教団ではないのかもしれないと言えましょう。当然私たちは人生を歩んでいく上でね、自分の好きな人ばっかりではない。自分が気に食わない人もいるし、嫌いな人もいるし、いろんな人たちがいますよ。けれども、どこかでやはりその人たちに対しての恨みとか、妬みとか、怒りを持ち続けるということは、道徳的にとか、なんか倫理的にとか、そういう問題じゃなくて、自分の心を自分で毒すことになるんですよ。怒りを持ち続ける。その人に恨みを持ち続ける。だから、ブッダは、お釈迦様は、自分の中に慈しみを育てなさいと。人に対しての憎しみとか、嫌いとか、人に悪いことが起こるよ、などというような不幸を宣言するようなことを自分の中に思ってはいけないというのがブッダの教えです。けれども、もし、この今にゃんこさんが所属している教団を離れようとにゃんこさんが言って皆さんが寂しいねというのはわかる。けれども、そうでなくてね、あなたに、しかもあなたの家族にも不幸なことが起こるよっていうのは、それは、まっとうな仏教の教えを引き継ぐ教団とは思えない。さて、これまで20年近くそこの教団でお世話になって、にゃんこさんとしてもね、やっぱりそこを離れるというのは自分の心のバランス、安定というものは一旦崩れると思うんです。けれども、そこへね、今言ったお布施のことを含めてね、布施、ご奉仕、勧誘、この3つ。その行為があって悪いとは言いませんが、当然それがやっぱり行き過ぎているということを感じたのであれば、私はその教団を離れた方がいいと思います。お布施も教団を維持していくためにはある一定大事だと思います。そしてまたその布施というのは、自分の中にどうしても貯めれば貯めるほどみんなそのものに執着する。今すでに持っているものに執着するという心が起きますから、それを投げ出すという場所、それとしてね、お寺があったりというのは悪いことだと思いません。そしてまた金額も、
ものすごく資産を持ってる人からしたらね、金額のお布施の安いとか高いっていうのはないんですよ。ないんです、本来。例えば、皆さんが100万円が高いと思うか安いかっていうのは、それはその人の持っているお金によりますよね。年間何億も稼ぐような人だったら100万円というのはね、考えてみたらわかります。100万円持ってる人が、例えば1000円を払うというような感覚で100万円を出される方もあるんです。何億も稼いで何十億も持ってる人からしたらね。1000万円という金額でも1000円を払っているような感覚で払われる方もあります。だから、その払う払わないの金額が高い安いとそれはわかりません。けれども、やはり自分の持っている収入の中で自分の生活に困らない、その意味でね、その感謝とか教団に対して何か貢献をするとか、自分のが喜んでそこに投げ出していくっていう、そういうお布施は大いにありだと思います。けれども、あまりにその同行したり強制されたり、そのようなお布施が続くという教団は、その教団が最初からそのような思いでスタートしたのかわかりませんけれども、やっぱり組織の運営のためにいつの間にかそうなってしまったのかもわかりません。けれども、私はそこの教団の関係者ではないので、それに対してね、ああだこうだって一切の批判をするつもりはありませんが、今、にゃんこさんがご自分の心の中にね、自分の人格がその教団にいて成長したというものがあるのであればね、それはその教団としてそこで得た経験というのは大きいと思います。けれども今ね、その教団にいてただただお金をこう投げ出すっていうことだけをさせられているような感覚に20年経って今陥るのであれば、それはその教団を早く離れた方がいい。そこに自分が信心がもうなく、そこに自分の成長というものが感じられないのであれば、これまでの長い20年という歴史をそこで費やしてきたとはいえね、そこを離れられたらいいと思います。で、処方箋というか私の結論は何かというと、このにゃんこさんが今所属していらっしゃるその新興宗教は仏教に立脚したものだと思います。それをベースに、その教えをベースにしたものだと思います。で、この仏教の考え方からするとね、先ほど言ったように、にゃんこさんがこの教団を離れようが離れまいが、そのブッダの教えを引き継ぐ者としてね、やはりにゃんこさんが不幸になるということは決して言わないはずです。むしろにゃんこさんが離れた後も元気でね、頑張ってねという言葉とともに送り出してくれるはずです。なのでその一点を見るだけでね、にゃんこさんがこれ以上ここに関わっているべきかそうでないかということはもうわかるわけです。ひょっとしたらその関係者の人たちが20年もおられたにゃんこさんが離れてしまうということに対しての寂しさから、そう信者さんの一部がおっしゃるのかもしれませんけれども、それにしても、もしその教団でそのにゃんこさんが離れるという時に職員の人たちも含めてね、にゃんこさんが出ていくのが寂しいよということじゃなくて、それを離れることによってあなた悪いことが起こるよということであれば、もはやその教団は仏教という名前を借りた仏教でない間違った教えを信奉している教団であると言わざるを得ない。その一点を見るだけでわかるんです。悪いことは何も起きません。ね、もし何か悪いことが起きるとしたら、その教団の人たちが嫌がらせをするということ。それが悪いこと。けれども、にゃんこさんが本当にブッダの教えを守ってね、生きていけば、決して不幸なことは起きません。むしろ幸せなことが起きてくるはずなんです。ですからどうぞ心配せず、自信を持ってね、そこを離れてください。これまで所属していたお世話になった義理というのがありましょうけれども、きちんとご挨拶をして、そしてね、お世話になりましたと言ってそこを離れればいい。それだけ。なのでどうぞ何も恐れることはありませんのでね、安心して自分がそこに所属していたいと思えば所属すればいい。けれども、もうちょっとここで離れたいなと思ったら、それは離れたらいい。
それがまた離れたからといってにゃんこさんやにゃんこさんの家族が不幸になりますよというそれを願うような教団であれば一刻も早く離れなさい。そうでないという教団であればね、またそれはそれでにゃんこさんがそこにいたということはね、悪いことではないのかもしれませんけれども、でもどうぞ恐れることなく、全くそんなことで人が不幸になることはありませんので、どうぞむしろそこを離れた方が幸せになる確率は高いと思います。そう私は確信しています。今のお手紙をいただいてね、どうぞ恐れることなく、ご自分が離れたいと思ったら離れればいい。私からの処方箋になります。どうぞブッダの教えはどこに行っても幸せになる教えです。ですからブッダの教えを胸にね、堂々と、そしてきちんと義理を通して教団を離れていただければと思います。どうぞ勇気を持ってご決断をなさってください。